皆さん、こんにちは。いちです。本日の食材は高級食材のフォアグラです。普段から購入できる食材ではありませんが、知り合いのお肉屋さんから安く譲っていただいたので、せっかくなので美味しく調理したいと思います。このようにフォアグラの表面に血がにじみ出てしまっていることと、クリスマスシーズンを終えて需要が減ったことが安く購入できた理由の一つです。今回はフランス料理の定番前菜、フォアグラのテリーヌを作ります。表面の血がにじみ出てしまっている部分は中の血管が傷つかないように表面だけ軽く取り除きます。ちなみにフォアグラはガチョウやアヒルの肝臓を肥大させて作られたものです。今回使用しているのはアヒルの肝臓で、フランス語でフォアグラドキャナフと言います。生産量が少なく価格も高いガチョウのフォアグラの方が軽やかで繊細な味わいです。表面を軽く指で押してへこむくらいまで室温に戻すのは下処理をする前の重要なポイントの一つです。フォアグラは大きい房と小さい房が一つになっているので手で裂いて分けます。ちなみに購入したフォアグラは 660g の大ぶりサイズですが、高品質のアヒルのフォアグラの選び方は大きさが400から 500g 程度でフレッシュな状態が望ましいです。大きい房のフォアグラはこのように横にした時に血管が上下2段構造になって張り巡らされています。1段目は中心部分から放射状のように血管があります。外側に行くにつれて血管が細くなっていくので、中心部分から包丁の背を使ってフォアグラを少しずつ開いて血管をむき出しにします。冷蔵庫から出したばかりで冷たい状態だとバターのように硬いです。そのため下処理するときは室温に戻さないとフォアグラは身割れして血管も切れて取り除く作業が困難になります。今回のようにフォアグラの表面に血がにじみ出ている原因の一つは真空パックして出荷されているというのが考えられます。フランスのレストランなどで扱うフォアグラは品質が良いものほど真空パックではなく、国内産の鮮度の良いものが清潔な包装紙に包まれてお店に届きます。そういったものは大きさも 500g 前後と適度で、表面の色合いも黄色みがかったベージュ色で綺麗な見た目をしています。ただ今回は残念ながら表面に血がにじみ出てしまっているものですが、フォアグラのテリーヌ用としては綺麗に下処理をして取り除き、理想の仕上がりにすることは可能なので大きな問題ではありません。そのおかげで安く購入できたので良しとします。それとアヒルのフォアグラの大きさって結構重要だと思っているんですが、脂肪含有量が 60% 以上のフォアグラは大きくなればなるほど良いというわけではなく、 600g 以上のものは個人的にはフォアグラから脂が出てくる加熱調理は丁寧に施さないとフォアグラ自体が溶けやすく形が保ちにくいデメリットがあると思っています。だから今回は自宅でここまでする必要はないんですけど、温度計を使って慎重に火を入れようと思います。レストラン規模でフォアグラのテリーヌを仕込む際、10キロ単位でフォアグラを扱うこともあるので、時間の短縮や手間を省くために使用するフォアグラはすでに血管が取り除かれて下処理済みのフォアグラを扱っているところが多いと思います。このように下処理されていないフォアグラはスライスしてから調理するフォアグラのソテーやそのままの形を生かした方が調理しやすい料理のためにレストランでは扱われています。1本目の血管を取り除き終えたら、続いて2本目の大きい血管も取り除いていきます。1本目と同じように包丁の背を使ってフォアグラを少しずつ外側に開いていきます。大きな血管なのですぐに見つけることができます。あとは上から出ている大きい管をつまんで上から少しずつ血管を剥がしていけばきれいに取ることができます。もし途中で血管が切れてしまっても、後から包丁の先や魚の骨抜きなどを使ってきれいに取り除けば問題はありません。血管を取り除き終えたらフォアグラの形を戻してある程度元の形に整えておきます。続いて小さい房のフォアグラの血管を取り除きます。
小さい方も大きい房同様に2本の血管が走ってます。先ほどと同様に真ん中から少しずつ包丁の背中を使ってフォアグラを開いていきます。作業がしやすいようにフォアグラを室温に戻す時間についてですが、夏場なら1時間くらいを目安に冷蔵庫から出して柔らかい状態にすることができます。ただ室温の低い冬場などはそれ以上時間がかかってしまうので、季節によって時間を調節する必要があります。今回は冷蔵庫から出して室温で2時間以上かけて柔らかくしましたが、これでもまだ少し硬いくらいですね。フォアグラが硬いからといって無理に暖かい場所に置くとフォアグラから油がにじみ出てくるリスクがあるので、急激に温めることは望ましくありません。デリケートな食材なのでゆっくり時間をかけて室温に戻す必要があります。1段目の血管が出せたので中央からゆっくり引っ張って取り出します。大きい2本目の血管も簡単に見つけることができるので、上から下に引っ張るようにしてゆっくり取り出します。先ほどと同様に形をある程度元の状態に戻しておきます。次の工程に移りますが、クッキングシートの上に乗せたまま作業を続行します。その方が後片付けもしやすく、柔らかくなったフォアグラを移動させやすいメリットがあるからです。続いてフォアグラに下味をつける工程です。こちらの分量はフォアグラ 1kg あたりに対する調味料の分量です。塩、グラニュー糖、白胡椒のパウダーは一緒にしてしっかり混ぜ合わせます。香りと味わいに深みを与えてくれるのはポルト酒、マデラ酒、コニャックの3種類です。こちらも一緒に合わせておきます。調味料の準備ができたらフォアグラの両面にまんべんなく振りかけてマリネします。あとマリネするときはなんとなく塩から振ってしまうことがあるんですけど、僕はフォアグラのテリーヌに関しては液体であるアルコールから振りかけています。塩から先に振ってしまうと、せっかくフォアグラの表面についた塩などが液体をかけた時にフォアグラから流れ落ちてしまうので、先に液体をまんべんなくマリネしてからしっかり吸着しやすいように後から塩を振るようにしています。でも結局どちらから下味をつけ始めても仕上がりに大きな差は生まれないと思うので、順番は好みということで収めておきます。マリネ用のアルコールは今回紹介している以外にもホワイトポート、酸化熟成させる期間が長いシェリー酒のアモンティアード、アルマニャックなど料理人によって様々な組み合わせでマリネすることもあります。また下味をつけたフォアグラは一晩マリネしてからテリーヌ型に詰めて火入れをするレシピもありますが、一度室温に戻して温度が上がったフォアグラはこのままの流れで加熱工程に取り掛かった方が加熱時間も短くスムーズにフォアグラに火を入れやすくなります。個人的には一晩マリネしたものと今回のように直接加熱工程に進む仕上がりの差は大きな違いはないと思います。むしろフォアグラのテリーヌは火入れをした後に数日置くことで味わいが落ち着いて深みも増す印象です。さて下味をつけたフォアグラをテリーヌ型に詰める工程ですが、フォアグラは包丁を入れていない滑らかな面が上下外側になるように詰めます。そして中に空気が残らないようにしっかり押し込んで表面もできるだけ平らにならしたら、バットの中に残ったマリネ液を残さずテリーヌ型に入れます。参考までにこの時点でフォアグラの中心温度は15度でした。加熱は湯煎の中で行います。深めのバットや耐熱皿の中に蓋をしたテリーヌ型を置き、90度前後のお湯を注ぎます。専用の蓋がない場合はアルミホイルをかぶせて代用することもできます。120度に設定したオーブンで35分から40分間火を入れます。火入れの目安になるフォアグラの芯温は45度です。フォアグラに火の入り始める温度帯48度の少し手前でオーブンから取り出します。レストランでは最終的に料理人が望む仕上がりによって加熱方法や加熱温度と時間は異なります。例えば保存期間を1週間以上と長くするのであれば中心温度を55度まで上げることもありますし、
保存期間は短くなりますが、より生に近い風味と口当たりの仕上がりを目指すのであれば、中心温度を40度以下で火入れを止める場合もあります。湯煎から取り出し、フォアグラから出てきた油を取り出します。油はすべて取り除かずに、表面に数ミリかぶる程度残しておきます。専用の蓋をかぶせて、底に沈んでいる油が浮き出るようにします。テリーヌ専用の蓋がない場合は、発泡スチロールを切り取ってラップで包んだものを準備します。最後は重しをして、フォアグラの形がきれいにテリーヌ型の形に保てるようにします。このように加熱後、フォアグラから出てきた余分な油を取り除いて、必要最低限の油のみテリーヌに残せば、外側はきれいな状態を保ち、翌日以降の作業もしやすくなります。一晩冷蔵庫で休ませてフォアグラを冷やし固めたら、冷え固まった油を取り出す作業をします。ヘラなどを使い、型にくっついている油をすべて取り出します。専用の蓋も取り外し、内側に残っている水分やテリーヌ型の内側についている汚れをキッチンペーパーを使ってきれいに拭き取ります。もしフォアグラの表面が平らでない場合は、きれいに平らにならしておきます。これからフォアグラの油でテリーヌの表面をコーティングする作業に入ります。取り出したフォアグラの油はすべて使わないのですが、ボウルに入れた油は別の容器に移したいので、湯煎にかけてゆっくり溶かしています。テリーヌ型に流し入れる油は弱火でゆっくり溶かし、そこに沈んだ不純物が入らないようにこしながら別の容器に入れます。また、フォアグラの油は野菜を炒めたり、お肉を焼く際にバターの代わりとして再利用することもできます。今回の火入れ方法で約 600g のフォアグラから 200g ほどの油が溶け出しているので、フォアグラにどれだけ油が含まれているのか確認できますね。溶かした油は表面を覆う程度でいいのですが、今回は 100g ほどテリーヌの表面に流し入れました。油がしっかり固まるまで冷蔵庫で冷やし固めます。冷え固まる油は空気が直接フォアグラの表面に触れることを妨げ、保存する役割を果たしてくれます。しっかり油が冷え固まったのを確認できたら、型から取り出します。陶器のテリーヌ型なので取り出しやすいように30秒ほど湯煎に入れて型の表面を温めました。型から取り出した瞬間から空気に触れるので、フォアグラの表面から少しずつ劣化が進みます。出来上がってから1週間を目安に冷蔵庫で保存できるので、型に入れたままの状態から包丁を入れて食べる分だけカットする方法が好ましいです。今回は出来上がった状態を確認したいので、型から全て取り出します。側面に包丁を入れて接着部分を切り離し、あとは包丁の先端を使って少し空気を入れてあげれば簡単に取り出すことができます。フォアグラの表面についた水分や残りの油はキッチンペーパーで拭き取りました。包丁はお湯で温めてからフォアグラをカットするときれいな断面にすることができます。そしてカットするたびに包丁を拭き取ると、フォアグラの上部も角が立ち、きれいに保つことができます。いいですね。断面も綺麗で色合いも美しく、理想の仕上がりになりました。食べるタイミングは味が落ち着く 2,3 日後がベストですが、もちろん火入れをして冷やし固まった翌日に食べても美味しいです。フォアグラは世界三大珍味として有名な食材の一つです。高級フランス料理でよく使われる食材の中で、特に調理のバリエーションが多い食材でもあります。ちなみに新鮮なものは生で食べることもできるので、薄くスライスして味見程度の量ならばフォアグラ本来の味を楽しめます。盛り付けはシンプルに黒胡椒とフルルドセル、そしてトーストしたパン・ド・カンパーニュのスライスを乗せて完成です。フォアグラはデリケートな調理が必要とされる食材です。本当に美味しいフォアグラ料理を食べるのであれば、良質なレストランであったり信頼できる人に作ってもらうのが一番です。皆さんもぜひレシピを参考にしてご自宅で作ってみてください。とは言えないのですが、世界中の人を魅了するフォアグラの定番前菜を皆さんと共有したかったので、今回はレシピを紹介しました。
食べるときは少しずつカットして油を取り除いてから召し上がっても、トーストしたパンドカンパーニュに乗せて食べても濃厚なフォアグラの味わいと風味が口いっぱいに広がります。お好みで黒胡椒とフルールドセルを好きなタイミングでつけて味わいに変化を与えてもとても美味しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。